ゆっくり解説。世界中が恋に落ちた狂気。ベアトリス・ダル、ベティ・ブルーと伝説の傑作ベスト10。ねえマリサ、昔のフランス映画のポスターで、唇がぽってりしてて、前歯に隙間がある女の子が写ってるのを見たことない？すごく印象的で忘れられないんだけど。ああ、それはきっと、ベティブルーのベアトリス・ダルだぜ。1986年に世界中で大ブームを巻き起こした、フランス映画界の野生のバラだ。彼女のその特徴的なスキッパは、小悪魔的な魅力の象徴として愛されたんだぜ。そうそう、その子、可愛いけど、どこか危険な感じがするのよね。一体どんな女優さんなの？一言で言えば愛と狂気落ちでいく女優だ。デビュー作がすごすぎたせいで一発やと思われがちだが、実はその後も、常人には理解不能なほど激しい役柄を演じ続けているんだ。今回は、そんな彼女がスクリーンに刻んだ、トラウマ級の傑作をランキング形式で紹介するぜ。うわぁ、綺麗だけど怖そう。でも、どんな人生を送ったのか気になるわね。今回は映画の結末までがっつり触れるから、ネタバレには注意してくれよな。それじゃあ、世界中が恋に落ちた狂気の世界、第10位から見ていくのぜ。第10位、タイム・オブ・ザ・ウルフ、2003。ねえマリサ、第10位はどんな映画なの？タイトルのタイム・オブ・ザ・ウルフって、なんだか怖そうな響きだけど。ああ、第10位はタイム・オブ・ザ・ウルフ。フランス映画界の奇才、ミヒャエル・ハネケ監督が描いた、とんでもなくシビアな終末世界の物語なんだ。タイトルは北欧神話の神々の黄昏、つまり世界の終わりを意味してるんだぜ。世界の終わりってことは、ゾンビが出たり、大地震が起きたりするパニック映画なの？いや、そこがハネケ監督の恐ろしいところなんだ。この映画では、災害の原因が一切説明されない。ゾンビも怪物も出ない。ただ水と食料が尽きて、秩序が崩壊したヨーロッパで、普通の人間たちがどうなるか。それだけを淡々と、残酷に描いているんだぜ。うわぁ。理由がわからないって、逆にリアルで怖いかも。でも、そこに今回の主役、ベアトリス・ダルはどう関わってくるの？彼女が演じるのはリセという女性だ。主人公の一家が命からがら逃げ延びた先で出会う生存者の一人なんだけど、この役がまた強烈なんだ。極限状態の中で、彼女はまるでその混沌とした世界の一部みたいに、野生的でふてぶてしい存在感を放っているんだぜ。へえ、文明が壊れた世界だからこそ、彼女みたいなパワーのある人が目立っちゃうのかもね。そうなんだ。主演のイザベル・ユペールが演じる母親が、理不尽に夫を殺されて追い詰められていくのと対照的に、ダルはどんな状況でも生き抜く生命力の塊みたいに見える。出番自体はそう多くないんだが、主役を食うほどのインパクトを残しているんだ。綺麗事が通じない世界で、人間の本性がむき出しになる様子を見せつけられる。まさにトラウマ級の社会派ドラマだぜ。第9位、サバス、1988。ねえマリサ、第9位のタイトル、サバスって、確か魔女の集会とか、黒ミサみたいな意味じゃなかったっけ？なんだかおどろおどろしい雰囲気を感じるわ。その直感は正しいぜ。第9位は1988年のイタリア映画、サバスだ。この映画は、まさにベアトリス・ダルの魔性が、現実と幻想の境界をぶち壊していく怪奇幻想譚なんだぜ。ベティブルーで世界中を熱狂させた直後の彼女が演じるのは、なんと自称400歳の魔女なんだ。400歳の魔女？現代の映画だよね？どういう設定でそんな役が出てくるのよ。舞台は現代だぜ。彼女が演じるマッダレーナという女性は、恋人を殺した容疑で逮捕されるんだけど、精神鑑定の場で自分は1630年に生まれ、家系に処された魔女の生まれ変わりだって主張し始めるんだ。普通ならただの妄想だと思うよな。でも、彼女を担当した精神科医のダビデは、次第にそう断定できなくなっていくんだ。どういうこと？お医者さんなら、冷静に患者を分析する立場じゃないの？そこがこの映画の怖いところだぜ。マッダレーナは精神鑑定の最中でも、羞恥心なんてかけらもないような堂々とした全裸姿で挑発的な態度をとったり、
野生的な言動で医師を誘惑したりするんだ。現代の閉鎖的な空間の中で、まるで中世からタイムスリップしてきたかのような異質な存在感を放つんだ。そんな彼女と向き合ううちに、医師は彼女が語る中世の魔女裁判や、サバと魔女の野縁の幻想に取り込まれていくことになるんだぜ。うわぁ。ミイラ取りがミイラになるってやつね。理性的であるはずのお医者さんが、狂気の世界に引きずり込まれちゃうなんて恐ろしいわ。ああ、彼女の圧倒的なエネルギーと肉体美は、男の理性を破壊する狂気そのものとして描かれている。最後には現実と妄想の区別がつかなくなり、医師は破滅へと導かれていくんだ。ベアトリス・ダルの持つ人間離れした野生味が、魔女という役柄に見事にはまった一作だと言えるぜ。第8位、ルクス・エテルナ、永遠の光、2019。ねえマリサ、第8位のタイトルは、ルクス・エテルナ永遠の光ね。なんだかすごく神秘的で綺麗そうな名前だけど、これって感動系の映画なの？タイトルに騙されちゃいけないぜ。第8位は2019年のルクス・エテルナ永遠の光だ。監督はクライマックスで観客をドン引きさせた奇才ギャスパーの絵だぞ。この映画は感動どころか、視覚への暴力とまで言われた実験作なんだぜ。視覚への暴力？それって、見ているだけで痛いってこと？一体どんな内容なのよ。舞台は魔女狩りをテーマにした映画の撮影現場だ。面白いのは、ベアトリス・ダルが監督役、シャルロット・ゲンズブールが主演女優役として、なんと実名で本人役を演じているんだ。でも、撮影現場はトラブル続きで、収拾がつかないカオス状態に陥っていくんだぜ。本人役で監督なんてすごいね。でも、カオスって具体的にはどんな感じなの？そこがダルの見せ場なんだ。思い通りに進まない現場で、彼女はスタッフに罵声を浴びせたり、絶叫して暴れ回ったりするんだ。そのあまりに生々しい怒りの表現がリアルで、見ているこっちまで描いたくなるような緊張感なんだぜ。うわぁ、仕事でそんな現場にいたら逃げ出したくなるわね。でも、それだけなら暴力まではいかなくない？本当の地獄はラストだぜ。クライマックスの約10分間、故障した照明機材が暴走して、赤青黄色の激しいストロボ光が延々と点滅し続けるんだ。冒頭でドストエフスキーの転換発作の前の恍惚という言葉が引用されるんだが、まさにその感覚を観客に疑似体験させるような演出なんだ。10分もピカピカ光り続けるの？それ、本当に目がチカチカして具合が悪くなりそうだよ。そうなんだ。貼り付けにされた女優たちが光と轟音の中で極限状態に追い込まれていく様子は、まさに悪夢だぜ。ベアトリス・ダルの怒号と、脳を直接刺激するような光の点滅。この映画は、観客の精神力を試すような、とんでもない劇薬なんだぜ。第7位、リビット、2011。ねえマリサ、第7位のリビットって、なんだか痛々しい響きがするタイトルね。これもやっぱり、血みどろのホラー映画なの？鋭いな。第7位は2011年のリビット。監督は、伝説の残酷ホラー、屋敷女を撮ったジュリアン・モーリーとアレクサンドル・バスティロのコンビだぜ。ホラーファンなら名前を聞いただけで身構えるよな。屋敷女って、ベアトリス・ダルがハサミを持って妊婦を襲う、最強映画でしょ？ってことは、今回も彼女が恐ろしい殺人鬼役なの？それが違うんだな。今回、ベアトリス・ダルが演じるのは、なんと主人公の母親役なんだ。しかも、物語の冒頭ですでに自殺してしまっているという設定だぜ。もう死んじゃってるの？じゃあ、彼女が人を襲うわけじゃないんだ。ああ、主人公の少女ユシーは、ダル演じる母親の自殺に深く傷ついている。その絶望感や現状を変えたいという焦りが、彼女を危険な行動へと走らせるんだ。ユシーはハロウィンの夜、恋人たちと共謀して、財宝が隠されているという噂の昏睡状態の老婦人が住む屋敷へ盗みに入る計画に参加してしまうのぜ。お母さんの死がきっかけで、犯罪に手を染めちゃうなんて悲しすぎるわ。でも、その屋敷で一体何が待ち受けているの？そこがこの映画の美しいところだ。屋敷の奥の開かずの間には、死んだはずの娘がバレエの衣装を着て眠っていた。
実はそこは吸血鬼の巣窟だったのさ。屋敷女のような現実的な痛みとは違って、今回は幻想的で残酷な大人のおとぎ話のようなゴシックホラーに仕上がっているぜ。吸血鬼にバレエ。なんだか怖いけど美しそう。ベアトリス・ダルは出番が少なくても、物語を動かす重要な鍵になってるのね。その通りだぜ。監督たちが彼女をどれだけリスペクトしているかが伝わるカメオ出演だ。彼女の強烈な存在感が、この悪夢のような一夜の引き金になっているんだからな。第6位、クリーン、2004。ねえマリサ、第6位のタイトルは、クリーンね。これまでのラインナップが凄まじかったから、逆にこのシンプルなタイトルが嵐の前の静けさみたいで怖いわ。身構えるのも無理はないが、安心してくれ。第6位は2004年のクリーン。これはホラーでもサスペンスでもなく、心に染みる再生の物語なんだぜ。主演は香港の大スター、マギーちゃんで、彼女はこの作品でカンヌ国際映画祭の女優賞を受賞しているんだ。カンヌの女優賞。それはすごいや。でも、ベアトリス・ダルって狂気の代名詞みたいな女優さんでしょ？そんな感動的なドラマで、一体どんな役をやってるの？まさか、また幻覚を見たり暴れたりするんじゃ。それが今回は違うんだな。ダルが演じるのは、主人公エミリーを支える友人、エレナという役なんだ。これまでの人食いや魔女といった浮世離れした役とは打って変わって、傷ついた友人に寄り添う、地に足のついた人間味あふれる演技を見せているんだぜ。へえ、あの強烈な個性のお姉さんが、普通の優しい友達役をやってるなんて想像つかないけど、逆に新鮮かも。物語は、夫をドラッグで亡くし、自らも逮捕されてしまったエミリーが、息子を取り戻すために人生をやり直そうともがく姿を描いている。ダルはそんな彼女をパリで迎え入れ、励ます重要なポジションなんだ。主演のマギーちゃんが素晴らしいのはもちろんだが、脇を固めるダルの存在感が、この映画にリアリティと深みを与えているんだぜ。なるほどね。ただ叫んだり暴れたりするだけじゃなくて、こういう繊細な役もできるからこそ、一流の女優さんとして尊敬されてるんだね。狂気だけじゃない、人間的な温かさや脆さも表現できるなんて、なんだか彼女のこと、もっと好きになっちゃいそう。そうだな。彼女のキャリアにおいて、このクリーンは演技派としての実力を証明した、隠れた名演の一つと言えるぜ。第5位、パリ18区、夜、1994。ねえマリサ、第5位のタイトルは、パリ18区夜ね。なんだか詩的でおしゃれな感じがするけど、これも怖い映画なの？ああ、第5位は1994年のパリ18区夜だ。タイトルは綺麗だが、実は1987年にパリで実際に起きた老女連続殺人事件をモデルにした、冷たくて切ない群像劇なんだぜ。実際の連続殺人事件がモデル。それってサスペンス映画ってこと？そうとも言えるが、犯人探しがメインじゃないんだ。パリの18区という移民が多く住む街で、殺人事件の不穏な空気が漂う中、光と影が交錯する都会の片隅で、それぞれの孤独を抱えた人々の日常が淡々と描かれていくんだぜ。へえ、都会の闇を描いてるのね。で、ベアトリス・ダルはどんな役なの？やっぱり犯人？いや、彼女が演じるのはモナという女性だ。ジャズバイオリニストの夫テオとは別居中で、移住を望む夫の考えについていけずに家出している。物語の中で彼女は、夫との絆を取り戻そうとしたり、激しく口論したりと、都会の生活に疲れたリアルな女性像を演じているんだ。家出中の奥さんか。殺人事件のそばで、夫婦の問題にも悩んでるなんて大変だね。そうなんだ。彼女の安入で鍛えげな演技が、パリの冷たい夜の空気に見事に溶け込んでいる。決して派手な役ではないが、殺人事件という非日常の裏側にある、壊れかけた家庭や孤独といった日常の闇を象徴する重要な存在なんだぜ。第4位、ガーゴイル、2001。ねえマリサ、第4位のガーゴイルって、あの古い教会の屋根とかにいる石像の怪物のことでしょ？今度はファンタジー映画なの？タイトルは怪物だが、ファンタジーじゃないぜ。
第4位は2001年のフランス映画、ガーゴイル。監督はクレイル・ドニ。共演はヴィンセント・ギャロだ。この映画の怪物は、翼が生えてるわけじゃなく、見た目は普通の人間なんだ。人間なのに怪物？それってどういうこと？この映画で描かれるのは、ある恐ろしい奇病、後心愛的欲望症に侵された男女の姿だ。その病気っていうのが、愛する相手を噛み殺したいという、異常な衝動に襲われるものなんだぜ。噛み殺す？愛してるのに？どうしてそんなことになっちゃうのよ。それが残酷なところだ。性的な興奮や愛情がピークに達すると、理性が吹っ飛んで、相手の肉体に噛みつきたくてたまらなくなる。究極の後心愛的欲望として描かれているんだ。うわぁ。愛が深まるほど危険なんて、救いようがないわ。ベアトリス・ダルはその病気の人なの？ああ、彼女が演じるコレという女性は、症状が重くて、夫によって自宅に監禁されている。でも衝動は止められない。家に忍び込んできた若者を誘惑して、行為の最中に発作を起こし、最後は相手を血まみれにして噛み殺してしまうんだぜ。監禁されてても抑えられないなんて、現場は血の海だよね。描写はかなり痛々しいぜ。でも、彼女も好きで殺してるわけじゃない。本能に抗えずに苦しんでいるんだ。だからこそ、この映画は単なるホラーじゃなくて、逃れられない運命を背負った男女の、激しくも切ない究極のラブストーリーとして語り継がれているんだぜ。第3位、屋敷女、2007。第3位はいよいよベスト3ね。屋敷女。タイトルだけで嫌な予感しかしないんだけど、これってやっぱり、その予感は的中だぜ。第3位は2007年の屋敷女。フレンチホラーの金字塔にして、ベアトリス・ダルが映画史上最強の悪役として君臨した伝説の作品だ。日本でのキャッチコピーは、この女、凶暴につき。だが、そんな生ぬるい言葉じゃ表現できないほどの残酷さなんだぜ。最強。一体何をするの？今度はどんな役なのよ。クリスマスイブの夜、臨月の妊婦の家に、ダル演じる全身黒ずくめの謎の女が押し入ってくる。彼女の武器は巨大な立ちばさみだ。目的は金じゃない。ただ一つ、妊婦のお腹の中にいる赤ちゃんなんだぜ。赤ちゃんを奪うためにハサミで、痛すぎるよ。それって、映画として流して大丈夫なの？そこがトリビアだ。この映画は残虐表現が激しすぎて、世界各国で修正や上映禁止の処分を受けた。日本でも、劇場公開版やレンタル DVD ではクライマックスのシーンに黒いぼかしが入っている。これはエイリンが審査拒否したため、配給会社が自主的に修正せざるを得なかったからだ。無修正の映像は、未審査のセル版 DVD でしか見られないという、曰く付きの代物なんだぜ。エイリンが審査拒否ってよっぽどじゃない。それだけヤバい映像ってことね。演出も凝っていて怖いぞ。例えば、女性警官がリビングで話を聞いているとき、背後の半開きのドアに一瞬だけダルの姿が映り込んでいたり、警官が訪ねてくるシーンで玄関の番地が666、つまり獣の数字になっていたりと、不吉なサインが散りばめられているんだ。うわぁ、芸が細かい。まさに悪魔の仕業ね。最後はぼかしの原因となった衝撃シーン。つまりハサミでお腹を切り裂いて胎児を直接手で取り出す場面に行き着く。この映画のベアトリス・ダルは、理屈も言葉も通じない、純粋な恐怖そのものだ。彼女の狂気を決定づけた、絶対に見逃せない一作だぜ。第2位、ナイト・オン・ザ・プラネット、1991。ねえマリサ、第2位は何？ナイト・オン・ザ・プラネットって聞いたことあるけど、すごく有名な映画だよね。これにも彼女が出てたんだ。ああ、第2位は1991年の名作、ナイト・オン・ザ・プラネットだ。ジム・ジャームス監督が、世界5つの都市の夜を走るタクシーで起こる出来事を描いたオムニバス映画だぜ。ベアトリス・ダルは、その中のパリ編の主役として登場するんだ。へえ、パリの夜のタクシーか。なんだかおしゃれそうだけど、これまでの映画みたいに、また血まみれになったり、叫んだりする怖い役なの？いや、今回は全く違うぜ。彼女が演じるのは盲目の女性だ。全盲という設定だから、
特殊なコンタクトレンズを入れていて、瞳孔が開いたような白目になっている。そのビジュアルはかなりインパクトがあるが、中身はめちゃくちゃクールで哲学的で、とびきりかっこいいんだぜ。見た目はちょっと怖そうだけど、中身はかっこいいの？一体どんなやりとりがあるのよ。コートジボワール出身の黒人運転手が、彼女に意地悪く俺の肌の色がわかるかって聞くんだ。普通なら答えられないよな。でも彼女は澄ました顔でこう返すんだ。私は色を感じるのよ。色の違いなんか無意味よってな。さらに、目が見えないのに運転手の出身地まで言い当ててしまうんだぜ。うわぁ、痺れるセリフ。色の違いなんか無意味って、差別とか偏見を超越してる感じで素敵だわ。目が見えないことを武器にしてるみたい。そうなんだ。ハンディキャップなんて微塵も感じさせない。毅然とした態度が最高にクールなんだ。そしてオチがまた秀逸だぜ。彼女を降ろした直後、目が見えているはずの運転手が前方不注意で事故を起こすんだ。運転手は相手に、どこ見てんだ、めくらか、って怒鳴るんだが、その音を聞いた盲目の彼女が、にやりと笑みを浮かべて悠然と歩き去っていくんだ。なるほどね。目が見えているはずのお前が事故って、見えない私はなんともないっていう強烈な皮肉ね。かっこよすぎるわ。第1位、ベティブルー、愛と劇場の日々、1986。いよいよ第1位ね。タイトルは、ベティブルー愛と劇場の日々。あのポスター、すごく有名だよね。でも、中身はそんなに激しい映画なの？ああ、第1位はこれしかないぜ。1986年のベティブルー愛と劇場の日々。当時無名だったベアトリス・ダルが、世界中にその名を轟かせた伝説のデビュー作だ。彼女のぽってりした唇とスキッパ、そして何よりも、愛のために全てを破壊してしまう激しい情熱は、映画史に残る衝撃を与えたんだぜ。愛のために破壊って、また物騒なこと言ってる。これって純愛映画じゃないの？純愛だよ。ただし激しすぎる純愛だ。作家志望のゾルグと恋に落ちたベテは、彼の才能を世に認めさせるためなら手段を選ばない。気に入らない客をフォークで刺したり、雇い主の家に火をつけたりするんだ。彼女の愛は純粋すぎて、社会のルールなんかお構いなしなんだぜ。うわぁ、まさに劇場ね。でも、そんなに激しい生き方してたら、いつか壊れちゃいそうだよ。その予感は悲しくも的中するぜ。妊娠検査の誤診をきっかけに、彼女の精神は完全にバランスを崩してしまう。そしてある日、彼女は自我を失ったかのように発作的に自分の顔から、右目をえぐり取ってしまうという惨劇を引き起こすんだ。右目を、自分で、痛すぎるし怖すぎるよ。どうしてそこまで？それが彼女の抱えた絶望の深さだったんだ。その後、植物状態になり、病院で薬漬けにされてベッドに拘束された彼女を見て、ゾルグはある決断をする。女装して病室に忍び込み、愛する彼女を枕で窒息死させて、その苦しみから解放してやるんだ。このあまりにも悲劇的で、残酷なまでに美しいラストシーンは、世界中の観客の心に一生消えない爪痕を残したんだぜ。総評、まとめ。すごいランキングだったわね。ベアトリス・ダルって、本当に映画の中で壮絶な人生を生きてるのね。なんだか胸が苦しくなっちゃった。そうだな。彼女は単に演技が上手い女優という枠を超えて、スクリーンの中で愛と狂気をこれほどまでに純粋に、そして生々しく表現できる稀有な存在だ。だからこそ、30年以上経っても色褪せないし、こうして私たちの記憶に鮮烈に残り続けているんだぜ。怖いけど目が離せない魅力があるのは分かった気がするわ。とりあえず、ベティブルーは覚悟してみてみるね。ああ、トラウマにならないように気をつけてくれよな。みんなも、もし、この映画のベアトリス・ダルが好き、っていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いするぜ。